皆さんこんにちは。あやはやチャンネルのはやです。かなです。あやです。今日は今日はちょっと真面目なお話をしたいと思います。あやはやチャンネル。先週ご飯を食べてる時にとんでもないニュースを聞きました。覚えてますよね。覚えてない。かのさんも該当するようになったので、よーく聞いといてもらいたいお話です。はい、どんなニュースかというと、自転車ルールで来年の4月から青切符が発生しますっていうニュースでした。青切符？何？かのさん何かわかりますか？はや何かわかる？違反行為をした時に気をつけましょうねっていう紙。気をつけましょうね。お姉ちゃんは？そういうことか。同じでいい？はい。気をつけましょうねじゃないんですよ。正しくは。いきますよ。青切符っていうのは、交通のルールを無視して警察に捕まった場合、車とかオートバイと同様の反則金を納めることによって、納めたら刑事罰に課されないっていう切符を青切符と言います。ってことは何が発生しますか？金。はい、お金がかかります。違反するとお金払ってくださいって言われます。自転車でも。今まではそういう刑罰あったか知ってます？ない。なかったと思う？いやよっぽどの大事以外はなかったと思う。はい。実はね、青切符の上に赤切符っていうのがあるんですよ。はい。赤切符、どんなものか知ってますか？わかる。信号無視とか。自転車で音楽聴きながらうるさい音楽ある。うるしい音楽聞いた時か。はい。ですね、一番わかりやすいっていうのは、まあ、信号無視だとか、よくニュースで載ってるのは、酒気帯び運転。あなたたち関係ないよね。お酒飲まないから。で、赤切符っていうのは青切符と違うところ。これは、刑事責任が問われる危険行為です。今、説明しました。青切符っていうのが、多分来年の4月から全部勢揃いで発生するようになるんですけど、この青切符、赤切符、何歳から該当するか知っていますか？ 12とか。は12。はい。はい。なんて言うんやろ。中学校から。中学校から。お姉ちゃんは詳しいですよね。15。15から。答えは、青切符は16歳からです。はい、16歳の子。はい、あやさんは青切符もう取られます。さあ、16歳以下の子、青切符は切られません。ただし赤切符は切られます。さあ、赤切符何歳からですか？12とか。答えは14からです。わ。ということは、はやはこれに該当します。はい、該当します。そして該当します。はい。かのかのさん、油断しちゃダメです。やだ。切符は切られないんですけど、やらかすと自走が言われるそうです。自走って何？自動相談所。そういうこと。これを聞くと、なんかとりあえず赤とか青をもらうと大変なことになる。でもどんな項目があるかって言ったら、ニュースで聞いた分は覚えてる？聞いてない。どんなことがあったか。青切符。青切符は2列以上並んで走行とか、うん並走運転ね。歩道側を走るとか。そう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 。あとは傘差しとかイヤホンとか、あれも捕まるらしいです。自転車やりながら？そうそうやったら。なんかでもそれ見たことあるな。そう思うと、あやはやたちどう？これ大丈夫かな。ほぼ大丈夫そうな感じなんだけど、それ以外にやっちゃダメなことってわかります？現状はわからない。ないんだよね。なのでちょっとね、ママ先日警察署に行ったりとか電話かけました。かけた内容は、すいません、来年の4月に自転車の子が青切符を取られるようになるってニュースで聞いたんですけど、その反則の一覧項目表みたいなのってありますかっていう風に聞きに来ました。一番最初聞きに行った時は土日だったので対応できる職員がいないと。で、近く探してみたけどそういう紙はないので、平日
最寄りの警察署の方に行ってお聞きくださいって言われました。まあそうだよね、お休みの人該当わかんない部署が違う時もあるからね。次の日電話かけました。もしももしもーしって、もしもし。すいません、お世話になっております。お世話になってないな。すいません、お聞きしたいことがあるんですけど、何ですかって言われて、こういう風で一覧表があるかどうかお聞きしたいんですけどって言いました。さあ、警察官の方、なんとお返事してくださったでしょうか。はい。はい。今用意してます。今用意してます。なるほど。ここでは扱っておりません。ここでは扱ってません。なるほど。詳しくはわかりません。はい。一番近いのはあやさんです。一覧表っていうのはありません。上の方の人が言って報道されてますと。で、詳しい内容については警察署のその下々って言ったらあかんけど、地方の人は全く知りませんということでした。ここまでは分かりましたでしょうか。はい、今の現状分かってるのは罰金刑が増えましたよ。で、16歳から取られます。警察の方はまだ詳しい内容を知りませんっていうところでした。そういう罰則ができたことによって困るなと思ったこと。16歳っていうのはやっていいことと悪いことの判別しっかりつきます。なんですけど、うっかりやってしまった時にその罰則金誰が払うんだって話ですよね。あやさん払えますか？持ってないよ。はや16歳になった時払えますか？無理。ちなみに金額聞きました？7000とか6000とか9000とかそこら辺やった気がする。そうそう。スマホのながら運転。まあ、あやさん絶対しません。それは、器用じゃないのできないんです。やるかやらないんじゃなくて、できないんです。片手運動難しい。多分ね、うわー。車と違って、自転車のながら運転って相当難しいと思います。スマホのね。だけど、もしやってしまった場合に、12000円です。12000円って何買える？あやさん、缶バッジいくつ買える？缶バッジ20個ぐらい。25個ぐらい買えんね。どうですか？負担できますか？25個買えんか。負担できますか？無理だよね。さあ、じゃあもっと安いのにしましょう。イヤホン、傘差し、これもあやさんしません。反則金5000円です。まあ払えん金額ではないけど、それ払うぐらいだったらやめるよね、正直。もし違反した場合、ママたちが払わないといけなくなります。学生免除とか出世払いっていうのないんですよ、多分。出世払い、はい、払わないといけないやつなので。さあ、ということで一番心配なのは歩道を走った時。無理やろうだと田舎道すぎるもん。でも今の現状さ、歩道を走らざるを得ないじゃんね。都会みたいに自転車走っていいですよっていう道路っていうのがほとんどないのね。交通ルールさえ守れば怖いことはないんですけど、やっぱ人間うっかりとかなきにしもあらず、守りたくても忘れちゃうって可能性あるし、110以上の切符ある人全部覚えられますか？自転車は便利な道具ですけど、まあ気をつけて交通ルール守って乗ってってほしいなと思いました。気をつけてください。まだ花粉飛んでるもん。お姉ちゃんはね、春眠暁を覚えず眠さが勝ってるらしいです。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。悪走して行き帰りするのはいいんですけど、心当たりある方、早いよ。中学校時代も早かったけど、高校もっと時間かかるよねって言ってたけど、なんかね、1分単位でどんどん早くなってて、もう帰ってきたのとか言って言ってるみたいな、はい、確かにあるので、